どうもベルです。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますということで、グランドマフィアやっていきたいと思うんですけども、新年一発目となる今回は、戦闘攻略ということで、レポート解説をやっていこうかなと思います。このゲーム、かなりレポートからわかることっていうのが多くて、戦闘中には、気づけなかったこととかを、気づけたりするので、自分自身が強くなっていく上で、レポートを見返していくっていうことは、非常に重要です。なので、今回はレポートを見ながら、皆さんと一緒に、これは本来どうするべきだったのか、というところだったり、今って本当に1年前と比べて、えげつないほど環境が変わってるので、そこを少し、お話しできたらなと思います。では、前置きはこれくらいにしておきまして、今回は少し前の、自国を攻められた、報復のために、私のサブの方で、241都市に、進行した時の、レイドのレポートなんですけども、まず、こちらの偵察結果を、ご覧いただきたいです。相手は、確か、キング装備の紫か、それくらいなんですけども、兵隊が結構多いですよね。ただ、T4 はいないです。あと、偵察結果からして、防衛隊員の兵数の下一桁が、すべて2の倍数なので、一見2倍巨砲を、使ってるように見えるんですけども、確かこれ、相手が、3億か4億あったので、巨砲は使ってないです。で、そうなった時に、皆さんだったらどうしますか？自国とか、集張中だったら、味方を呼んで、レイドするっていうのが、正解だと思うんですけども、今回は敵地への報復進行なので、私ともう一人しか飛んでなくて、かつ、そのもう一人がオフラインだったんですよね。じゃあどうするか。普通に考えたら、もう一人を待つか、ソロをするか、自国から仲間を呼んでくるか、もしくは諦めるかっていうところだと思うんですけども、私が取ったのは、第3の選択肢です。それは何かと言いますと、まず、この相手って、ソロじゃ燃やせないだろうけども、もうちょっと強ければ燃やせるんですよ。じゃあ、なら、隊員が一切いない資源特化アカウントを都市移転させて、隊員を作って、レイドすればいけるじゃんっていう。もう超絶パワープレイなんですけども、そちらを思い立ったので、今回はそちらを実行しました。なので、ここからは、隊員が一切いないかつ、病院を一つしか建ててないので、資源特化科の兵士たちを、もう毎回作り直して、レイドをして、レイドの準備時間とかに、兵士をひたすら作り直してるので、最初に思い立った構成から変更することができないかつ、資源特化サブ2赤分の兵士、一つは50%拡大してて30万。で、もう一つは20%拡大で24万なので、合計54万人。ただ病院一つあるんで、4万人は毎回、負傷になるんですけども、もう40万人以上、もう毎回、作って、なおかつ、相手がオンラインになっちゃったら、もう一貫の終わりなんですよ。もうシールドされるなり、逃げられちゃったりするので。なので、もうめちゃめちゃ、時間に追われながらっていう、何があなたをそうさせるんだと、自分で突っ込みたくなるような、極限状態での、レイドレポートになります。本当これは、真似しないでいただきたいですし、今、自分で今回のレポートを2回しても、もう反省点しかないので、その反省会も、していけたらなと思います。では、改めて、今回の偵察結果を、見返していきたいんですけども、
相手の兵隊構成を見る限り、シューターが他の兵科の2倍くらいいるので、もう圧倒的にシューターに寄ってるわけですね。で、こういう相手なんですけども、本当に私、勘違いしたのが、シューターが多い。すなわち、相手は、バイカーで撃ってくることはないだろうと、あの、ないだろうと踏んで、そのバイカーに不利なギャング受けをすれば、相手がギャングとかシューターで攻めてこられても、防衛側としては振り受けになることはないっていうことを、想定して、ギャング受けをしてると思ったんですよ。でもこれって、そこまでちゃんと分かってる人のセオリーで、相手も、241都市というところで、何年もプレイしている。すなわち、それだけの知識があると思ってたんですけども、今回、相手はまさかのシューター受けでした。いや、確かに、この兵数だったら、一番兵士数が多い兵科で受けるっていうのは、わかるけども、まさかのシューター受けかっていうところで、相手の力量を見誤っちゃったっていうのが、一点なんですけども、そして、こちら一発目。一応燃えはしたんですけども、兵隊構成、なんでこの人は064撃ってるのっていうとこですよね。一応この時の私の思考を、お話しさせていただくと、ギャング受けだろうと、正直決め打ってて、バイカー端子にしようかなと思ってたんですけども、これ、もしもシューター受けされた時に UB 捕まるなと思って、なるべくリスク回避のために2種で行きたかったんですよ。で、そうなった時に、私は、2種構成のスーパーセットを055しか作ってなかったので、装備とスキルとジエルとファミリークリスタル。じゃあこれを全部1から再セットする時間を考えると、055のセットを使い回せる、064でいっかっていう、風に考えて、064を打ったんですけども、本当にダメですね。というか、シューター多いのに、ちゃんとした064。すなわち、今回は、バイカー受けの064を使ってるので、もう正直それって、ありえないんですよ。バイカー受けを断定していて、一発で相手を全滅できるんだったら、この兵隊構成であっても、064撃っていいんですけど、何発も撃つ前提だったら、本当に良くないので、マジで、もうこの時の僕には、もう反省してほしいです。なので、もう反省会として、この動画撮ってる側面もあるんですけども、それは一旦、置いておきまして、この相手にレイルを打つ場合、スーパーセットを作る時間があったら、この構成相手だと、802か505が正解です。相手がシューター端子と分かった状態であれば、ギャング端子なんですけども、相手が、じゃあこれ罠で、実際にはもっと強い装備だけども、フェイク装備で釣ってる可能性っていうのも、正直捨てきれないので。あとは、相手がオンラインだった時に、端子で撃っちゃうと、じゃあ仮に、こっちがギャング端子撃った時に、バイカー受けをされちゃったら、もう一巻の終わりなので。でそうなると、相手のメイン火力である、シューターを抑え込みつつ、火力を出していける、ギャングメインの構成を使いたいので、802か、505というところになるんですけども、これ、めちゃめちゃゲーム詳しい人だと、ちょっと今の話に、違和感感じられた方もいらっしゃると思います。それ、何かと言いますと、そもそも、802って、打つ機会なくないっていうところだったり、505って、本来はバイカーを通すための構成だよねっていうところですよね。ギャングを通したいんだったら、820か、550使うべきじゃないっていうところかなと思います。
で、もうそれについては、もう本当にその通りなんですけども、ここからが今回、めちゃめちゃ大事な話で、820とか550って、あくまでバイカー受けの可能性を考慮してるんですよね。あくまで820とか550って、バイカー受けをされた時に、シューターで倒していけるのが魅力なので。で、今回の場合って、もうバイカー受けって、もう完全に捨てれるんですよ。まあ、オンラインだったらもう、ダメなんですけども、まあ、仮にオンラインだったら、まあ、どちらにせよ、2種で全滅はしなくても、そこまでいい結果っていうのはどうしても出ないので。で、まあ、そうなると、上級者の、まあ、セオリー通りに行くんだったら、相手はギャング受け。もしくは、兵士が、まあ、一番多い兵科で受けるっていう、まあ、結構今回もそうですけども、まあ、中級者の方で、まあ、結構多い、シューター受け。まあ、そのほぼ、まあ、二択になるので、まあ、かくいう僕はギャング受けと、まあ、決め打ってしまったわけなので、人のこと笑えないんですけども、この兵隊構成でバイカー受けをするっていうのは、あの、安易にギャング単勝を打ち込んでくる人、安易にギャング単勝を打ち込んでくる人の対策か、まあ、深読みすぎた人を倒すケースしか考えられないので。じゃあそれよりも、その確率でもすごい低いわけなので、802か、まあ、505っていう、ギャング受けとシューター受け、まあ、どちらでも対応できる構成で打つっていうのが、今回の本来の正解になります。まあ、めちゃめちゃ難しいですよね。あとこれ、別荘レイドだからっていうのも理由として一つあって、別荘レイド。すなわち、別荘にいる隊員を攻撃するわけなので、監視塔バトルと違って、相手は大幅に隊員構成を変えれないんですよ。変わるにしても、バックアップの分だけなので。監視塔バトルだったら、まあ、今回のような割合であっても、まあ、変更されることを考慮に入れて、まあ、820だったり、まあ、550っていう方が、まあ、良かったりもするんですけども、ベストレイドの場合は、ある程度相手の編成を予測していって割合を組んでいくっていうのも、非常に大事になってくるのかなと思います。あとは、このレポートからもう一つ、とんでもないことがわかるんですけども、それはちょっと、全体の話にも関わってくるので、まあ、最後にして、2発目のレポート、見ていきましょう。2発目のレポート、こちらですね。こちらなんですけども、結構まあ、相手の兵士、死亡してるんですけども、しっかりやらかしてます。もうこれは、声を大にして言います。なんでギャング単勝を打たなかった？以上です。550を打って、これ、今回の結果なんですけども、相手は、もうシューター単勝、シューター受けって分かってるんですよ。で、しかも、相手はシューターが大量にいるので、もうこんなん、ギャング単勝一択じゃないですか。で、何を血迷ったのか、今回、ジュエルとファミリークリスタルを、ギャングに切り替えるのが間に合ってなくて、その状態で550打ってる始末なので。でも冷静に考えて、550を打つ理由って、相手がオンラインのことを想定したとしても打つ理由っていうのはないので。もはや悪い意味での参考ですね。ほんとこうなった時でも、一呼吸置いて、落ち着いてギャング単勝を打っていきましょう。まあ、一応この動画を作るにあたって、レイドをした時の、まあ、当時の心境を、思い返してはいるんですけど、まあ、途中で、まあ、なんで550打ってんだろうな、と思いながらも、資源特化サブの兵士を作っちゃった以上、まあ、相手がオンラインになるかもしれないし、まあ、後戻りできないなと思って、強行した記憶があります。ただ、強行しないでください。強行するだけ無駄なので。
本当皆さんはこんなようなことにならないように、気をつけていただければと思います。では次に、3発目ですね。今回も、しっかりやらかしてます。反省して、820に、しようと思ってたものの、本体の単位構成を、これ550にしたまんまだったんですよ。これ意味わかんないですね。途中で気づいたんですけど、解散して打ち直すのもなーと思って、強行したんですけど、打ち直してください。あと、そもそも、この相手の兵隊構成になった時に、打つべきなのって、550じゃないんですよ。打つべきなのは、ギャング受けの802か703なので。相手のシューターを殲滅した後に、今回、相手はシュータースクエアなので、ギャングが前列に来ます。で、そうなると、相手のギャングを倒すためのバイカーと、元々の前衛陛下であるギャングで撃つべきなんですよね。なので、本当にこれは完全なやらかしですね。では次に、4発目ですね。こちらなんですけども、今回は、4発目が、ごめんなさい。1、2、3で、こちらごめんなさい、4発目ですね。で、4発目なんですけども、今回、055を撃ってます。ただ、めちゃめちゃ微妙ですね。これ、相手の全体の割合的には424のような形になってるので、同じ兵数のバトルだったら055でいいんですよ。ただ、シューターを倒しきるまでに、今回の場合だと、どうしても相手の兵数が多いので、時間がかかってしまっているので、安易に、正解と言えないかつ、レイドを開始した時の相手のシューターの人数っていうのは、70万だったんですけども、これ、バックアップでめちゃめちゃ増えてるんですよ。なので、今回のベストレイドでは、そのバックアップを考慮できていないという点で、055っていうのは、不正解になります。正解は、3発目と同じ、703とか、604あたりになるのかなと思います。では、次に5発目ですね。こちらなんですけども、やっと正解です。これが、これが、0、よかったですね。ちょっと、バトル詳細データが更新されてなかったのであれなんですけども、こちら5発目となってまして、これが本来、4発目でやりたかった、055のレポートみたいなもんですね。さすがに、相手、レイドをしてる相手の本体の、シューターが、もう合計30万くらいしかいないので、バックアップ入れても、もうカバーできなくなってる感じですね。もうちょっと私に、火力があれば、シューターの攻撃が、もっと相手のバイカーに刺さっていって、完璧だったんですけども、ちょっと火力が、足りずにというところで。ただ、十分な、結果なのかなと思います。そして、6発目ですね。6発目が、こちらになるんですけど、こちらですね。こちらになるんですけども、今回も、055を打って、綺麗に刺さりましたね。これが本当055の、いいところなのかなと思います。もうシューターもちゃんと活躍できて、もうバイカーもしっかり、相手のギャングに刺さってるので、すごい、結果なのかなと思います。で、最後に、シューターの単種の、短期攻撃で、ゼロに、したんですけども、無事にこちらで、全滅できたというところで、これが、こちらですね。無事に、全滅できたわけなんですけども、ちょっとこれ、一発目のことを思い出していただきたいです。私が今、兵隊ランクが9なんですけども、こ
これ、仮に T5 だったらどうなってたと思いますか？今回、いくら資源特化サブの方で兵隊を入れてると言っても、T3 のランク0なので、全然強くないんですよ。もうそれはもうこちらの、殲滅した敵の量をご覧いただければわかると思うんですけども、今回、レイドとソロをした時の差って、大体ソロの 1.4 倍くらいの状態なんですよ。レイドの火力っていうのは。で、その 1.4 倍の強さの差で燃やせてるってなると、これ T5 だったら同じように 1.4 倍の強さ。正確には、T4 のランク9と比べるんだったら、T5 っていうのは 1.5 倍以上になるので、レイドしなくても T5 だったら燃やせちゃうんですよ。これ結構えぐくないですか？T5 だったら、もう兵隊が1200万いる別荘でも燃やしちゃうんですよ。もちろん、ステータスだったり、T4 の数にもよるんですけども、これ兵隊ランクが実装される前だったら、絶対にありえないので。というか、すでに、T5 を解放してる人は、私よりも全然強いので、今回の相手だったら、ごめんなさい、今回1200万で1300万ですね。今回の相手だったら、仮に1600万とか、1700万いても、もう短期で一発目から燃やしちゃうんですよ。もう兵隊たくさんいるから、大丈夫かなと思ってても、自身の兵隊ランクと、ステータス、そちら次第では、もう簡単に燃やされてしまうのが今の環境ですので、もうぜひ、お気をつけいただければと思います。特にあれですね、戦闘装備ではなくて、チャレンジャー装備とか、農民装備で落ちてる場合ですね。もうそういう場合だと、もう、じゃあ T4 込みの、隊員が、10M いたとしても、もう短期で燃やされちゃうんで、もう本当にもう自衛を徹底していただくのがいいんじゃないかなと思います。ただこれ以上話すと、兵隊ランクの動画になりかねないので、このあたりでまとめの方に、移らせていただこうと思うんですけども、私自身、良くも悪くも、州長戦にしか興味がないプレイヤーで、州長戦中も、資源損耗を考えると、別荘レイドって本来やるべきではないので、そういうこともあって、全然僕は別荘レイドしないんですよ。なおかつ、資源サブの兵隊を、最速で作ってっていうところで、考える時間がなかったこともあるんですけど、ちょっと反省するところが多すぎますね。また今回のように、レポートを見返していくと、冷静になって、この時は本来どうするべきだったのか。そちらがいろいろと、分かっていって、今後の参考になると思いますので、ぜひ皆さんも、ご自身で、レポート、戦ったレポートを、見返していったり、今後の私の動画の方でも、レポートの解説、どんどんやっていこうと思ってますので、ご視聴いただけると、嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録及び、最近、ストラテジーではない、普通のゲームの実況の方も、始めたので、よろしければそちらも、概要欄より、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。